合同スプリングキャンプの中でのスピーチコンテスト地区予選会を開会したいと思います。司会は私、2530地区、福島の青少年交換委員長を拝命しております藤田源と申します。今日は半日になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、開会に先立ちまして、開会の挨拶ということで、2530地区ガバナーの早川圭介ガバナーにお願いいたします。はい。皆さんおはようございます。おはようございます。はい。東北各地より、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ご案内の通り、スピーチコンテストの目的というところがありますが、ちょっと読まさせていただきます。ロータリー青少年交換事業に来日した若い皆様方が交換事業を通して何を感じ、何を考えたのか、素直な意見や感想を聞くことにより若者との交流を深め、さらには将来の青少年交換事業に資するということの機会とするということでございます。The young people who came to Japan for the Rotary Youth Exchange Project, through the exchange project, what did you feel and what did you think by listening to honest opinions and impressions? We will deepen exchanges with young people and make it an opportunity for future youth exchange project というふうになります。すでに2520、2530地区、2830地区においては来日の学生が1名ということでございますけれども、その方々に代表いただくことになります。2800地区は2名ということでございますので、そのお一人の方に代表いただくことになってしまいますけれども、本番のスピーチコンテストに向けて皆さん方の練習をしっかりと取り組んでいただければというふうに思います。本番は今年の6月6、7、8とホテル青森で全国青少年交換研究会青森会というのがございます。実は私は昨年、今こちらにお見えになります直前ファストガバナーでございますけれども、2800地区山形天童での、スピーチコンテストに、同期のガバナーエレクトと一緒に参加させていただきました。その時に衣装やそれからここのステージを歩く姿、それからスピーチの内容を皆さんで聞いたんですけれども、大変感動して涙が止まることがありませんでした。本当に素晴らしい日本語だな、しかも日本に来て8ヶ月でこんな綺麗な日本語話せるのっていうふうなこともありました。皆さん方本当に一生懸命取り組んでいただければと思います。また、本日の予選会でスタートとなりますけれども、本番に向けての練習、滞りなくやっていただければと思います。そして今日皆さん方のご意見を伺えることを楽しみにしております。また本スプリングキャンプに対しまして、2530地区ばかりでなく各地区の青少年交換委員会の皆様、そしてローテックスの皆様にお手伝いをいただきましたことに感謝を申し上げ、簡単ですけれどもガバナー挨拶をさせていただきます。今日は頑張ってください。ありがとうございました。続きまして、参加者紹介および審査員も各地区の代表者の方に一番最高列の方にお座りいただいておりますが、まず2530地区、鈴木七重さん。続きまして、2520地区、佐々木さん。2540地区、金子さん。金子です。よろしくお願いします。2800地区、大滝さん。はい。よろしくお願いします。2830地区、岡山さん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。簡単にご説明いたしますと、スピーチの展開やスピーチの効果、スピーチの価値、身体表現、声、態度、適切さ、言葉遣いの適切さ、正確さなどの、項目がございますが、こんなことを審査されると思わないで、好きに自分の時間をエンジョイしスピーチしていただけると嬉しいなと思います。
はい、では、以上になりまして、スピーチの方に移っていきたいと思います。本当にこの3日間、学生の皆さんは、本当に寝る時間を惜しんでですね、一生懸命スピーチ取り組んでいただきました。それからローテックスのね、OB、OG の皆さんが、それにサポートしてくれて、本当に素晴らしい3日間だったなというふうに思っております。その集大成ということで、本当にその笑顔で楽しく、スピーチをしていただいて、いい思い出作りをね、一緒にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、トップバッター、めちゃめちゃ緊張していると思いますけど、ジェイコブ君、よろしくお願いいたします。僕の名前はジェイコブです。アメリカのミネソタから来ました。今は仙台に住んでいます。日本に来て驚いたことは、日本のおもてなし文化、特に接客です。ある日、僕はコンビニに行きました。そこで僕が欲しいものを探せなかった時、店員さんが聞く前に何かを探していることに気づいて、一緒に探してくれました。店員さんが聞く前に何かを探していることに気づいて一緒に探してくれました。日本人の相手の気持ちに気づき、共感する心に感動しました。僕は日本の食べ物が大好きです。一番好きに食べ物は焼きそばです。アメリカでも焼きそばに似ている食べ物がありますが、日本の焼きそばが最高です。自分でちょっと作ることもできます。でもまだ最高の焼きそばを作る道の途中です。僕は日本でスノーボードをしています。ミネソタは雪がたくさん降るけど山がたくさんありません。ミネソタでは小さい山でスキーをしていました。しかし日本では新しいことを挑戦するために、今ではとても夢中になり、暇があればスノーボードに行っています。特に仙台の景色が綺麗で、広い山の中でスノーボードをするのが好きです。僕は仙台の東北学園高校に通っています。修学旅行で京都に行きました。嵐山とユニバに行きました。嵐山で抹茶を飲んだけど、やっぱり焼きそばの方が好きです。ユニバは人が多くてあまり好きじゃなかったです。京都と日本の文化が詰まった歴史的な場所に行けて、とても幸せです。でも焼きそばはやっぱり好きです。ロータリーのおかげで僕は日本で楽しく留学しています。アメリカに帰るときに僕の大好きの仙台でのスノーボードや焼きそばを食べれなくなることが悲しいです。しかし焼きそばを練習してアメリカの家族に食べさせたいと思います。
これからも日本語と焼きそばの練習を頑張ります。ありがとうございます。ウェルダンです。続いて、ルシアちゃん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私の名前はルシアです。アメリカのオハイオ州から来ました。タイトルはその世界にあるものです。よろしくお願いします。留学生活の多くは新しい環境に適応することです。初めての国で生活する中で想像や期待と異なる出来事、そして自分の視点や考え方の変化にも適応することが必要です。人生は変化であり、その変化を受け入れることでよりよく、より面白い人生や価値観を得ることができると考えます。私にとって最も大きな変化の一つが学校生活でした。これまで受けたことのない授業を日本語で受けることになります。また、サッカー部の応援や学習発表会などさまざまな学校行事に参加しました。学校生活の変化にうまく適応できるか不安でしたが、クラスメートや先生のサポートのおかげで私は成長することができました。次に、日本とアメリカでの学校文化の違いです。私にとって一番の違いは掃除でした。アメリカではほとんどすべての公共、または民間の施設の用務員がいます。掃除するのは用務員の責任であり、そのための施設に対する敬意が示されることはあまりありません。例えば、アメリカの SNS では、学校のものを破壊するといったトレンドがありました。日本では、たとえそれが義務であっても、毎日の掃除に施設に対する感謝の気持ちが現れています。私はこの経験を知っていることで、施設の用務員に対する敬意がさらに高まり、自分の行動が他の人にどのような影響を与えるかを意識するようになりました。最後に外来語についてです。外来語は海外の文化交流と文化の広がりを説明する興味深い方法です。日本の近代化は諸外国の影響を大いに受けており、例えば多くの科学的な専門用語はさまざまな言語に由来しています。これは文化の発展には他者やでも技術的に進歩した国の一つですが、急速に適応できたことがその一因として考えられます。変化がミクロレベルであろうとマクロレベルであろうと、その変化を受け入れることは重要です。なぜなら変化は人生をより面白くする可能性あるからです。さまざまな文化、そして周囲の人々の考えや方法を受け入れることは、今後何年にもわたって私たちの人生と社会を豊かにできると考えます。日本はとても楽しいです。ロータリーの皆さん、たくさんサポートありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ルシアちゃん、ありがとうございました。ルシアちゃんのホストファミリーの小針さん、心の中で泣いてるじゃないですか。大丈夫ですか。ありがとうございます。
じゃあ続きまして、今度はアメリカのグラハム君ですね。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。アメリカのペンシルベニア州から来ましたグラハム・デレインです。今日は私の生活、次は、本当にありがとうございます。私は鶴岡市の羽黒高校に通っています。毎日友達と話したり、一緒にご飯を食べたりするのが楽しいです。日本に来て日本の友達だけでなくモンゴルの友達も出会うことができました。日本にいながら2つの文化を学ぶのはできました。本当に面白いです。羽黒に来た時、バスケットボール部すぐに入りたいと思い留学しました。そこで努力することを大切さを学んでいます。アメリカの部活ペースはゆっくりで休憩も多いですが、日本の部活全然違います。毎日ハードの練習は続きますが、そのおかげで私は強くなれていると感じます。辛い時もありますが、逃げずに頑張ることでします。次に日本文化についてです。私は特に興味を持ったのは神道です。アメリカではカトリックの学校に通っていたので、他の宗教について学ぶことはあまりありませんでした。だから日本に来て神道本当に面白いと思います。自然、神道では神は自然の中にたくさんいて、で、カトリック本当に違います。カトリックの文化は一人だけがいる。私は昔から自然が好きだったので、この考え方にはすごく共感しました。そして結びという言葉も学びました。結びとはいろいろなものをつなげる。
上からのことです。神道では自然と神、人間と自然を結びつける大切なものとされています。でも私はこれは人間社会にも大事なことだと思います。私の将来の夢はいろいろな人や地域をつなげることで結びのように人と人をつなげることで助け合える社会を作りたいと思っています。最後にもう一度これを言わせてください。日本に来てたくさんの経過をたくさんのことを学びました。ハグロ高校の先生や友達、そして友達、そして私を温かく迎えて連れた、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。では次はですね、メリッサちゃん、ね、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私の名前はメリッサです。皆さんは聞いたことないと思いますが、イタリアのトーディという小さな町から来ました。なので私は他の町や国の見たいと思っていました。今日は私の経験や気持ちについてお話ししたいと思います。今高校に20分も30分もかけて迷ったんですが、ある日右に行くのか左に行くのかまっすぐに行くのかとわからなくなりました。迷っているとおばあちゃんの近くに行ったので声をかけたら、おばあちゃんは日本の中でも山形弁というとか難しい言葉で私に話しかけてくれて、本当に私はこの言葉分かりませんでした。しかしおばあちゃんといろいろ話しているの間に、おばあちゃんの笑顔を見ることで心が落ち着いて、昨日ここを右に曲がったことを思い出して家に帰ることができました。次に世界の平和は私にとっては私の心の平和の問題。今世界ではたくさん戦争や紛争があります。私はもっとみんながお互いを理解すれば戦争は少なくなると思います。国が違っても文化が違ってもお互いを大切にすることがとても大事なと思います。そして実はこの話は私にとって特別に意味があります。私はイタリアとウクライナのハーフです。そして今はウクライナには戦争の中で暮らしている親戚がいます。毎日はみんな無事かなと、今どこにいるかなととっても心配しています。この気持ちはとても悲しくて苦しいです。だからこそ私はもっと世界の人々がもっと
理解して平和の未来を作ってほしいと強く思います。私も将来いろいろな国の人と話して世界の平和のために何かできればいいなと思います。最後に私の将来の夢についてお話しします。私はまだ将来の仕事を決めていません。医者になって人の命を助けたいとも思いますし、ビジネスの仕事をして国と国をつなげたいとも思います。どちらもとても大事な仕事だと思います。でも私は誰かの世に立つ仕事をしたいです。と自分のこれからいろいろな経験をして自分の合う道を見つけたいと思います。私のスピーチは以上です。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。では、ラストですね、レオ君、上手に締めてきてください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。おはようございます。私はレオです。台湾から来ました。今日は私の日本語学習の経験についてお話ししたいと思います。今の私は日本語は完璧と言えませんが、でも最初の日本来たばかりの私と比べると、大きく成長したと思います。最初に日本に来た時、私は50音と少し日常会話がしか知りませんでした。例えば、こんにちは、それでおやすみなさいとか、簡単なフレーズです。そして、実は私は日本に来る前に、受けた日本語能力試験の N5 にも合格できませんでしたね。ちなみに N5 は日本語能力試験の中で最も簡単なレベルです。それは恥ずかしいと思います。最初の1ヶ月は、ほぼ毎日 Google 翻訳を使ってホストファミリーと会話していました。その時の私は、いやー、このままでダメだと強く思いました。これから私は空いた時間、それお兄ちゃんからもらった日本語能力試験の単語帳を開いて勉強し始めました。またアニメとか活用して、そして字幕見ずに内容を理解して練習しています。そして私も記憶に通して日本語を練習することも大好きです。ちなみに私一番大好きなアーティストはバックナンバーです。日本語には一番難しいのことと思うのは、やっぱり若い者使う両国語と思います。両国語でインターネットで調べることはなかなか出てこないし、教科書にも載ってません。だから私は友達に直接聞いて覚えるようにしています。逆に一番面白いと思うのはやっぱり方言です。地理的な違いによってそれぞれの地域にさまざまな方言があります。それ私は時々インターネットで調べて、そして友達も聞いたようにしています。私はめっちゃなまってる友達がいます。そして時々いろいろな方言教えてくれた。例えば津軽弁カチャクじゃねとかめっちゃ面白いと思う。はい。そして学校にも一生懸命受けて授業を通して漢字を覚えるようにしています。そして最後やっと日本語が話せるようにしてなりました。
今の私は日本語のライトノベル読むことに挑戦しています。そして他の日本語学習者にも、日本語の学習方法を聞いて覚えるようにしています。じゃあ今の学校は授業理解できるようになり、そしてテストも参加できるようになりました。最初の私より大きく成長したと近し、そして大きく達成感があります。でも私はまだまだ伸びしろがあると思いますので、だからこれからも努力を続け上達していきたいと思います。はい、それではご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。おはようございます。どうぞございます。福島と同様ですね、山形の実は昨日、おとといが次年度会長研修会でありました。私も昨日からの参加になりました。しかも今日はどうしても月曜日でですね、午後から仕事を外せなくて、この後すぐ山形に戻らなきゃならないんですが、今日は5名のですね、学生の生徒さんのスピーチをさせていただいて、上手ですねということももちろんなんですが、少し具体的なことを申していますね。3分から5分のスピーチであれば、やっぱり一つの自分の具体的なエピソードを中心にして、そこを深掘りして自分の考え、今後の方針、自分の国と日本の違いについて述べるのが一番本当は聞いてて分かりやすい。いろんなことを、自分の国の紹介、学校生活のこと、日本の文化のこと、好きな食べ物のこと、ずっと同じ調子で話されるとちょっとね、あまり印象が残らない。で、例えば1人目のジェイコブ君は焼きそばの話がね半分ぐらいあったでしょ。非常に面白いですよね。焼きそばで、京都に行って文化を見たいろんな食べ物とかでも焼きそばが好きというようなね、今後もアメリカに行っても焼きそば食べたい。そのためにどうするか。実は焼きそばもロータリアに聞いてみてもらえば、同じ地区内、同じ県内にいろんな種類の焼きそばがあるから、そういうものも経験しながら、焼きそばというものをキーワードにしていろんな日本の文化の側面を見たり、ロータリアンとの交流のエピソードがあるとか、じゃあ今後アメリカで焼きそばを食べるにはどういう工夫が必要かということを例えば言ってもらうという話なんですね。2番目のルシアちゃんは、そう学校の掃除文化のね素晴らしさ、それは、ルシアちゃんの言葉で言うと、施設に対する感謝の気持ちが出てる。でそれを見ることで、アメリカでは通常やらない普通の業者がやってる方々、掃除してくれる方への感謝というかね、尊敬の念ができたんだという素晴らしい視点があって、例えばそこを少し深掘りしてる。そのことで日本の文化とアメリカの文化の比較をちょっと述べてもらうとかいうとインパクトがあるかな。3番目がグラハム、バスケットボールね。これね、スピーチの最初にモンゴルのことの交流もいいでしょ。ハグロのバスケット強くてモンゴルからいっぱい留学生来てる。で、バスケットボール部の体験、それを通じてモンゴルの人との交流、いろんな国の生徒の考え方の違いとか、バスケットボール部の努力、その裏側でどう悩んだのかということを深掘りしてもらうと面白いかなというふうに思いました。メリッサちゃん登下校時の道に迷った時のおばあちゃんとの会話、山形弁通じない。でもおばあちゃんの笑顔を見て心が落ち着いて、昨日右側から来たんだなってことを思いつく。この発想をね、本当はスピーチの全てにする。その世界の平和についても、自分の将来についても、おばあちゃんとの笑顔の触れ合いというのが実はキーワードなんじゃないかっていうことをもうちょっと骨太に言ってもらうといいかなという感じがしました。それと最後がレオですね。
のりしろとかいう言葉分かること上手なんですよ。びっくりしました。でね、途中でね、保険っていうこれ、なんだろう、保険会社保険ってなんだろう、方言なのね。だとすればやっぱ方言のバラエティー、君ほど日本語をベラベラ喋れるんだから、方言についてはちょっとしたエピソードを入れてもらった方がいいかなっていう感じはしました。人の話を好き勝手に公表してるだけなので大したことはないんですが、ぜひ日本の方も頑張ってください。ありがとうございます。大変ありがとうございました。2520地区の高橋杏奈さんからご登壇いただいて発表していただければと思います。では高橋さん、ご登壇ください。Hello everyone, my name is Anna Takahashi. I'm from Hanamaki Kita High School, second grade. And first of all, I'm very happy to be here and grateful to support Lodali and my family. Why I joined this program is I love English and I want to change myself. When I was a child, I'm very shy and I hate English. But whenever I start English conversation school, I find English is so fun and express myself is important in my life. And the origin of the Chinese character of my name is that the number of stroke is 15, which makes me happy. And that the name Anna is also called in foreign countries, so it is easy for everyone to call me Anna. But actually, my mom wanted to name for me Nico, Ned, and Little, which is shiny, flash, and crazy, right? But my father stopped her. It is my family's funny story. My hometown, Ohasama, is located in Hanamaki City, Iwate Prefecture. Do you know Ohasama-cho? No? Ohasama is very rural area and very few people. But there has many traditional and famous things. For example, Hayatsune Kagura. Hayatsune Kagura is the dance performance and entertain the god. Other thing is grapes, wine, drinkable yogurt, and ice cream. In the US, I want to use the picture story show and perform the Kagura dance. I'm going to the Minnesota state in America for 10 months. Now I'm very happy and I want to looking for it. In Minnesota, I want to try the winter sports and learn American history. I never tried the winter sports, for example, the ice hockey, snowboarding, skating. So I want to try and I want to like it. And I'm taking Japanese history in my school, so I will understand American and other countries' history. So I want to learn American history, and I also want the Japanese history from the Americans' perspective. And I would like to exchange the social issue opinion with the American student or adult. Also, I heard that America has so high calorie food, which makes me fat. So I want to eat a lot because American food is so delicious, right? But I want to keep my weight. And I have a many dream, but I don't have clear dream now. So now I can be anything. For example, singer, actor, Hollywood star, plus size model, and so on. But sorry, I'm joking. To be honest, I want to working abroad in the future using English and other languages and communicate with many people and live among many country people. But I want to come back to my hometown Ohasama and contribute and cheer up my local community.
and I have three things I want to achieve in the study program. First is don't be shy. Second is make more than 100 friends in the US. Third is I want to be a goodwill ambassador. And I would like to do my best to live up name of Rotary as a goodwill ambassador. And I want to be a bridge between the US and Japan. Thanks to my parents recommending this program, accompanying my practice and paying for it. And this program is a milestone in my life. I want to do my best and make the great experience the best time in my life. Finally, thanks to the locally supported by my family. That's all. Thank you for listening. そして、今度及川クレハさんですね。よろしくお願いいたします。Bonjour à tous, je m'appelle Cléa et j'ai 16 ans. Je viens de Miyagi. Dans le nord du Japon. Et mon pays je chante de la France. So now I'm going to speak in English. And I don't know much about France. That's why I want to go there. And I want to see, hear, and experience French culture with my own eyes and ears. And I'm especially introduced French buildings and fashion. France has many beautiful historical buildings and buildings. I want to walk around cities and learn about their history. And France is also famous for fashion. I want to know how French people enjoy fashion in their daily life. When I'm in France, I want to introduce Japanese culture. My hometown Sendai, there is a famous sweet called tsundamochi. It is made from mashed edamame beans, and I would like to make tsundamochi for my host family and friends. And I want they to enjoy taste of Japan. In my future, I want to become a language teacher. I think learning a language is not just about study word and
drama. So I want to show students that learning a new language to be fun and exciting. To be a good teacher, I compare Japanese and French education systems. I hope to find new and better ways to teach languages. Lastly, I want to thank the Rotary Club. Thanks to all of you, I have this chance to study abroad. I'm happy to go to France as a goodwill ambassador. I will do my best to learn, share, and grow. Thank you for listening. クレアちゃんありがとうございました。続きまして、今度は、卓球ことこさんですね。よろしくお願いします。Hello everyone, my name is Kotoko Takyu. I will go to the United States as Rotary Youth Exchange student this summer. I'm just graduated from junior high school this month. So I live in Ogawa, Fukushima, a small town surrounded by beautiful mountains. So every day I can feel energy of nature, and I love living in such a peaceful environment. I was also a member of Interact Club when I was junior high school student. I have participated in various volunteer activities, such as organizing events and cleaning up public spaces. These experiences have taught me service, the importance of service, and contributing to my community. So I will introduce 3 goals during my exchange. 1, I want to show the Japanese culture through Shigen. Do you know Shigen? There is a club in my high school that reads Japanese haiku. It is called Shigen. When I become a high school student, so I will belong to the Shigen club. Therefore, I would like to use Shigen. I would like to use Shigen to convey the unique charm of Japanese culture. 2, second, one of my hobby is golf. I have been taking lessons once a week since I was 10 years old. Golf develops patience and concentration, so I want to continue in the US. The US has strong golf culture. So the US, I want to make friends who can enjoy play in golf together. Third, I want to learn also Japanese Americans. I want to know why Japanese Americans work hard and help America, even though they face discrimination and
internet. I want to understand their experiences and struggle and contribute to American society. I will be goodwill ambassador, bring back to Japan many experiences. And use what I learned during my exchange program to contribute to my hometown in the future. So finally, I would like to express my heartfelt gratitude to all the Rotarians and my family. Your dedication to service and international understanding is something I truly admire and respect. I will do my best in the US without forgetting this gratitude. Thank you very much for listening. では、続きまして、渡辺優奈さん、よろしくお願いします。Hola, mi nombre es Yuna Watanabe. Gracias de antemano. Primero, gracias por me dar el tanto opportunity. It was stated that I will go to the state of Chihuahua in Mexico, but honestly, when I first heard that, I thought, wow, because I want to go to the United States. However, I think that there are many things that I can only learn in Mexico, so I am very positive now about my study abroad there. First of all, there aren't many people from Japan who study abroad in Mexico, so that's why I'm sure I make many new discoveries. I will challenge myself without fearing things that I don't know or understand. For example, Chihuahua, I had Chihuahua and going to has many people who can speak English. So I aim to pick up both English and Spanish and to communicate with more people. And I will act in a manner appropriate for a locally used exchange student and be motivated to work in extracurricular activities. Specifically, I will learn about social disparities and poverty issues facing Mexico and participate in volunteer activities. I am acting now to launch a student association connecting it in Mexico while deepening our friendship. I'm thinking about discussing the immigration issues which is facing both Mexico and Japan. Moreover, I want to captivate the Mexican people with my dance, natural brightness, and charming smile. I will make lifelong friends and family. I hope that it will be
will be an amazing experience. Achieve something that only I can and end with a smile. Of course, there will be difficulties due to language and cultural differences. However, I believe that overcoming these difficulties will lead to true international understanding and friendship. I'm sure this experience gives me courage and confidence. I have a dream to go to a university abroad, get a world level education, give back to Japan and the world, for the result to be for the world peace come true, and it will be filled with love and smile. Finally, I'm truly grateful to have the opportunity to participate in this wonderful program. I'm able to stand here today thanks to the support and encouragement I received from many people, including Rotary and my mother. I'll give back to the people who helped me with so much gratitude and love in my heart. Gracias por su atención. では、続きまして、鎌田ののかさんですね。よろしくお願いします。Hello everyone. My name is Nonoka Kamada, and I'm going to go to the United States in this summer. Actually, I studied English when I was 3 years old, and last August I participated in language training program in Australia, where I had a chance to experience vivid interested in my living other countries, and I've loved the American TV show Glee when I was little, and this led to strong impulse to me living abroad. And through this, I have become even more interested in living abroad, and I want to learn other countries' cultures. In my hometown, Akita, there is a special culture called the Kanto Festival. I've been participating in this festival since I was little and playing drums and flutes. And the festival is to people carry the long balloon and long balloon horse, and
with lanterns. And the music I played in this festival is very important role in this festival. I'm so very proud of this. I'm very so proud of being a part of this tradition. So I want to share it with my host family and friends in America. And I also want to bring my food and play it to introduce the Japanese culture. When I'm in America, I would like to launch activities and join and support to the local community. The experience will help me tell me to see the world from different viewpoints, and I'm so looking forward to learn about different cultures. In the future, I want to work as a translator or international jobs. To achieve this, I strongly wish to study in the US for a long time and to improve my speaking skills and listening skills. And I believe that this study abroad experience will be great steps to my future. And I want to be humans who can view things from other different viewpoints. I'm so thanks to a lot to Rotary International Clubs and my family, and I'll do my best during my international experience. Thank you for listening. 続きまして、山科里乃ちゃんですね。よろしくお願いします。Hello everyone. My name is Dino Yamashina. I'm 16 years old. I will go to the US as a Rotary exchange student from Yamagata. I decided to be part of this program because of the Rotary posters on the walls of my classroom. I was really looking forward to join this program because I can make friends from all over the world. There are 3 things I want to work hard. First is getting to know me. Do you remember my name? As I said, my name is Dino. The meaning of my name's kanji is to live straight, strong, and dignified. I want to convey the beauty of Japanese kanji to my host family and friends. And also, I play the flute every year at the local festival. So I want to show it off at Rotary meetings, friends, and school. This will make people more interested in the culture of the flute and the festival in my hometown. The second is making my friends. I'm not good at communicating, so I would like to go to the US and communicate actively from my side. I want to make friends with international students from all over the world in Rotary and make my friendships bigger. Third, I would also like to become active in various communities. For example, I would like to have a lot of new experiences in school club activities or Rotary's events.
My dream is to become a music producer. I love Japanese pop music and want to share its wonderful with the world. My favorite type of music is Japanese rock, and among them I like the band Sazaen All-Stars. I hope that when I study abroad, I will write and fun songs like Sazaen All-Stars. Over the past 3 days, I have had many new experiences and met wonderful people. This spring camp was an incredibly important experience for me. I will do my best to make the most of this chance. Thank you for all support. Thank you for listening. 続きまして、浅岡亜美さんですね。よろしくお願いします。Bonjour à tous, je m'appelle Ami, j'ai 17 ans, j'étudie au lycée Yamagata Nishi. Je vais me présenter un peu plus. Je suis en calligraphie japonaise et en natation et en ski. J'aime beaucoup écouter de la musique. Et lire des livres. Au coach, je fais de la fanfare et je joue du saxophone. Et maintenant au lycée, je fais du craft here. I will change to English from now on. First, I talked about why I decided to join the Rotary Exchange Program. I decided to join the exchange program because I wanted to step into the unknown world. I have been curious about discovering new places, new cultures, new languages. I wanted to learn many things. I also dreamed of making friends from all over the world and learn about different perspectives and ways of life. Next, I will talk about what I want to learn in France. France is the birthplace of so many kinds of bread, so I want to try fresh baguettes and croissants from a real French bakery. And I also experience authentic French cuisine and learn about table manners that are different from Japan. And sharing a meal is an essential part of French culture, so I want to enjoy eating a meal with my host family and friends. I am very passionate about philosophy. And in Japan, philosophy focuses on memorizing terms and theories. But in France, where philosophy is essential part of education and daily life, so I hope to engage in deeper discussions. And of course, learning French is another big goal for me. French is challenging, but it's exciting. Many French words are used in Japanese, which makes it even more interesting to me. I want to become more and more fluent,
so I can express myself and connect with people around me. Next, I will talk about what I want to do in France. During my time in France, I want to make as many friends as possible. I also making friends, and I want to share Japanese culture and cuisine with them, hoping they will love it. Finally, I'm truly grateful to the Rotary members for supporting me in making this dream a truly. I deeply appreciate to warm support. So and I promise to do my best in France. And of course, I'd like to thank my family. I can't thank them enough with their support in so many ways. I will do my best to return the biggest smile. That's all. Thank you for listening. はい、アミさんお疲れ様でした。ありがとうございました。井上さなさん、よろしくお願いいたします。Ciao a tutti, mi chiamo Sara Inoue, ho 16 anni e vengo dalla prefettura di Yamagata. L'anno prossimo trascorrerò il mio anno all'estero in Italia. Ad oggi vorrei ringraziare il Rotary per avermi concesso questa meravigliosa opportunità e la mia famiglia per il loro supporto. I have loved sport since I was a child. In particular, I have been passionate about dance for 6 years. I started dancing in elementary school and I still find it very enjoyable. My hometown is Tsuruoka. Tsuruoka is a UNESCO creative city of gastronomy, which means it has amazing food. One of its most famous specialties is Dada-chamame, which is green beans, which I often eat. Another famous attraction is the Dewa Sanjan, a group of 3 sacred mountains. Through this experience, I want to make many friends. Culture exchange is important, but I believe that building strong friendships and having deep conversation with local people is the most valuable part of this journey. While living in Italy, I know I will face culture differently. However, I believe that these challenges will help me grow. Expectation. Different culture will give me new perspectives and discoveries, allowing me to broaden my work field. In the future, I want to work in the aviation industry. Airplanes connect people around the world, and I want to be a part of that. To succeed in this field, I will make full use of the language skills and cultural knowledge. I gain from this experience. My goal is to provide excellent service to people from all over the world. Additionally, I hope to share the spirit of Japanese hospitality with the world. I'm truly grateful for this precious opportunity. Without the support Rotary Club, I would not have
have been able to take on this challenge. I will do my best to your expectation. I also want to thank my family for always supporting me. I know I will continue to rely on them, but I will work hard to show them how much I have grown. Spero di parte imparare moltissime cose durante questa esperienza. Grazie mille a tutti, non vedo l'ora di partire. Grazie. 井上さんお疲れ様でした。ありがとうございました。続きまして、沢口なつきさん、よろしくお願いします。Hello everyone, my name is Natsuki Sawaguchi. I'm going to go to United States. Thank you for giving me this wonderful opportunity to participate in this youth exchange program. Through this exchange, I hope to broaden my horizons by learning about American culture and values while engaging in many activities with a lot of people. In particular, I want to actively communicate with my host family and enjoy learning about cultural differences in daily life. To learn about American culture and share Japanese culture, I would like to cook with my host family and my new friends. So we can teach others culture. I plan to make seafood rolls and rice bowl dishes. But I'm not good at cooking, so I will do my best to improve my cooking skills. I also want to give my host family Japanese souvenirs. I hope to make origami together, teach them how to play kendama and karta. Additionally, I hope to bring my photos in my school, local festival, and Japanese landscapes to share with my home culture with them. When I return to Japan, I want to share about my experience with many people. I work hard. I'll do my best to become bridge between countries. I'm truly grateful to my supporting family and my host family welcoming me
the Rotary Club for giving me this wonderful opportunity. With this gratitude in my heart, I want to have fulfilling life in a different country. That's all. Thank you. では最後の、登壇者が村上さくらさんですね。登壇ください。よろしくお願いします。Ciao a tutti, Mikel Sakura of Gifted Eni, Lenda Aomori in Japan. I'm going to Italy. I want to 3 things. First, I want to learn about Japanese culture is Japanese food. When visited, often come to Japan because they enjoy it. I'd like to make it with my host family and engage in communication with them to share about Japanese culture. In addition, I will practice a lot to be able to cook it and do my best to check they can enjoy delicious Japanese food. Second, Italy is one of the world's main food. I want to try iconic Italian foods such as pizza, pasta, and gelato. Additionally, I'd like to actively challenge myself to experience the unique local food culture. I want to learn Italian food and bring it back with me. Third, I want to visit Italy world history places such as the famous Colosseum and Leonardo da Vinci, the Last Supper. I want to see globally famous buildings and artworks that are not found in Japan. Explore Italian beautiful stories and experience the world to broaden my perspective. And in order to deepen international exchange, I want to communicate with me, host family and friends to challenge my life. Finally, I dare to live locally ever on giving me this chance. In order to not miss such an amazing chance, I will actively speak and take action. I will do my best. Please cheer me up. The chair will continue.それぞれの、派遣候補学生の、決意表明が終わりました。続きまして、この派遣学生の皆さん、10名の皆さんですね、ちょっとご登壇いただいて、これから、泉田ガバナエレクトから激励の言葉をいただきたいと思いますので、まずは10名の、日本人の学生の皆さん、ご登壇ください。じゃあ、泉田ガバナエレクトよろしくお願いします。
交換留学生の皆様、大変お疲れ様でございました。昨夜ですね、11時過ぎだと思いますけど、船や覗かせてもらったら、まだ練習していまして、ロテックスの方に何時ぐらいまでかかるんですか、まだまだ終わりませんと話して、朝来てですね、どうやったらまだ練習をしてまして、似てないんですっていうようなお話を聞きました。一睡もせずに練習をなさった方もいらっしゃっているので、大変な本当に辛い、今回の研修だったなというふうに思います。昨日ですね、そのローテックスの方とお話をさせてもらいましたら、やはり自分のこの練習はすごく辛かったというような話をしておりました。ただ、現地に行って、現地のロータリアの前で、こちらの母国のその国の言葉でですね、スピーチをしたときに、それが感謝に変わったというような、素晴らしいお話を聞かせていただきました。多分皆様もそういうふうに来るだろうと思います。皆様もですね、夢いっぱいの、話を聞かせていただきまして、私も昔を思い出しました。もう数十年前ですが、それぞれ夢をお持ちでこの場にいらっしゃるということでございます。他の国の言葉を学びまして、そこで、友達をいっぱい作っていくことによって、これからの将来の人生、すごい広がりが出てくると思います。3ヶ月間、これからですね、約3ヶ月間ですか、出国まで時間があると思います。その間、非常にいろんな不安があるかと思いますが、準備を怠らないで頑張っていただきたいと思います。で以前ですね、日本に帰ってこられた、学生がですね、自分の気持ちをグラフに表した、面白い、グラフを見させてもらいましたね。最初はこう高い位置に気持ちがあるんだけど、こう落ちて、でまた上がっていくというような、その自分の1年間の気持ちをグラフに表して、なるほどなというふうに思いました。多分志が高くて、最初はですね、すごい高い位置で持ってます。いずれこんなこと言ったら分かりますが、いい時ばかりではなくて、落ちていくような時もあるのかなと思います。攻撃のことを思い出したり、同じ気持ちでいる仲間がいると、我々ロータリアもですね、皆様の本当に応援者でありますので、ちょっと話をすれば、もしかしたらおじさんかもしれません。自分の心だけじゃなくてですね、そういうようなことで、コミュニケーションを取るようなやっていきたいなと思います。これからですね、皆様は人生の中で多分一番貴重な時間を迎えるのかなというふうに思います。限られた時間でありますが、精一杯頑張って多くの友達を作ってきていただきたいなと思います。何倍も大きくなって戻ってくるのを楽しみにしております。それでは頑張ってきてください。ありがとうございました。では派遣考古学生の皆さんのごご覧ください。良き親善大使になってきて、でローテックスとして戻ってきてくれることを待っています。頑張ってください。今年特別に嬉しいのは、フランスに行くのは2人ですから、去年はみんなアメリカでした。アメリカ行く国ですけど、フランスに行くなんか嬉しいです。伝えた理由も、アミさんと喋ったら哲学学びたいと、クレハさんも趣な建物を見たいって言ってて、なんか自分の国にそれ言われてなんか喜んでる。でそういうことはフランスに行ったらホストファミリーとか友達会う人に伝えてほしい。なぜかというと国に本当に自分で特別な興味あったらなんかありがたいって感じますから。でイタリアに行く子たちメリッサが来てよかったから、去年はアンコちゃんだけがイタリアに行って、私ロテックスフランス人だ、フランスとイタリア違いからイタリア語教えてって言われてもメリッサ行ってよかった。今回みんなもうお疲れ様でしたと、新しいロテックス来てみんなを寝ないで練習させて本当にありがたいですから、皆さんお疲れ様でした。アウトボーンの皆さん頑張ってください。お疲れ様です。ちょっと私は寝てないのでちょっと頭が働かないんですけど、どうでしたか皆さん、ね、昨日
早い人でも日超えてから寝たと思うんでちょっと疲れてるところもあったと思うんですけど、私が聞いてる限りだったら昨日の練習ここで見せてもらった練習よりも今日の方ができてる、みんな一人も残らずみんな今日の方ができてました。だからもう何だろう本当にもう私が嬉しいです。ありがとうございます。本当に留学マジで本当に1年ってすごくあっという間で、なんかやっとランゲージを覚えたと思ったらもう友達ともうパリパリもね遊び歩いたりとか、もうたくさんね交流深めていって、もうすぐあと1ヶ月後に帰国しなきゃいけないってなっちゃって、もうあっという間に過ぎて、もうまたローテックスとしてこうやってね戻ってくることになるので、一つ一つを楽しんで思い出を写真か何かにね思い出に残る形に残して先輩楽しんでみてくださいね。以上です。言えるのは本当に自信持って向こうで行けば友達もできるし不安もあるけど絶対楽しめると思うので、本当にマジで楽しんできてください。そうですね、私も去年皆さんと同じ立場にいて、実際にステージ上に立っただけで声が震えちゃって手も震えちゃって、どうしよう頭真っ白になっちゃってどうしようっていう状況だったのに、みんな本当に堂々と声も後ろまで通って、マイク使ってない子だって言ったし、なんか本当にすごいなって思って何回か泣いちゃったんですけど、本当になんか感動しました。めちゃくちゃなんか留学インバウンドのみんなもすごい日本語に対して真剣に向き合ってたりとか、アウトバウンドの子も自分が行く国の言語に真剣に向き合って、なんかお互いをリスペクトし合う関係ってなんかすごく尊いものなんだなってなんか感じて、すごいなんか感極まっているというか、なんかここに来てよかったなというふうに思っています。そうですね、なんかもうみんな見てるだけでなんか親のような気持ちになっちゃって、なんか愛着がもうみんなに湧いてるから、なんか送り出す時にまた泣いちゃいそうなんですけど、もう絶対みんなの留学が成功するってもう確信したので、今回のスプリングキャンプでだから本当に自信を持って最後まで笑顔で楽しんでいってください。インバウンドの皆さんもお疲れ様でした。今日やったスピーチってやっぱり、もちろん留学派遣先に行った国の中でもやっぱり 3,4 回ぐらいおそらくスピーチする機会があるんですよ。人によってはもう12回とか毎月1回月に1回とかスピーチする機会ってあるので、なんかやっぱスピーチ上手い人って何かしらのなんか上の存在みたいな感じが僕は感じるんですよ。なんか言葉にもっと意志があったりとか、語学留学だけじゃもったいないんですよ。めちゃくちゃもったいない。他にもっとできることがあるんですよ。もっと、なんていうんですかね、自分の周りとか自分自身について考えさせられるそんな1年、こんな貴重な1年ないです。それを僕からしたとしては、スピーチを通して自分を知り尽くして、もう自分のことを自分以上に知らない人がいないように、お母さんにもお父さんにも自分のことを知り尽くして理解してあげるっていうのが分かんないですけど、今年の目標なのかなって思ってます。頑張ってください。実はもう一人ローテックスがいました。大谷さん、よろしくお願いします。今かと待ってますこの間も言ったんですけど、皆さんのスピーチの時に必ずロータリーへの感謝を言いなさいと。例えばグラミー賞とかアカデミー賞、最後のスピーチに必ず関係者に感謝を述べます。それを言わないと、なんだこれちょっと思われると悪いので、向こうに行ったら今日の決意表明の10分の1ぐらいの長さになると思いますけども、その中に最後に、このような機会を作っていただいた何々クラブさんありがとうございましたぐらい最後に言うよというのが私からの一言です。これ一言言うだけで受けがぐっと変わりますのでね、頑張ってきてください。今日来賓で、
金田ガバナノミニと、それから我々青少年交換委員会の親委員会になります、益子青少年奉仕委員長を見られていますが、もしよければ一言だけちょっといただけたらありがたいなと思うんですけど、よろしくお願いいたします。こと、それから自分のふるさとのこと、かなり聞かれます。ということで、しっかりですね、自分の日本とはどういう国なんだ、それから自分のふるさとはこういうところなんだということをしっかり勉強して、それを話せるようになっていただきたいということだと思います。3日間お疲れ様でございました。それではクロージングセレモニーの開会のご挨拶を2530地区ガバナーのミニ金田昇様、いろんな決起でご感想も含めて少し長めにお願いできればと思います。よろしくどうぞお願いいたします。皆さんこんにちは。このキャンプ参加してとても面白いなというふうな思いがあります。特にですね、インバウンドの皆さんのコメント聞いてて感動しました。まだ8月に来てですね、8ヶ月足らずなのに日本の文化だったり日本の人との交流をしっかり、してくれたりですね、日本の良さ、日本の、地方の良さっていうのを、いろいろ肌で感じたことを話していただきました。多分短い時間だったのでもっともっと話したいことだったり、感じたこととかあると思います。もっと聞きたいんですけども、またの機会にしたいなというふうに思います。それと、アウトバウンド、今度は8月からですね、7月か、外国の派遣される、皆さん、短時間の間にとてもよく勉強したなというふうに思います。私も2年前から英会話教室なんか通ってるんですけど、全然上達しません。でも皆さんの言ってることを少しでも理解できたらなと思って、多分皆さんが来年帰ってきて帰国報告会するときに、英語でスピーチしてくれることをきちんと聞けるように、私も1年間これから勉強していきたいなというふうに思ってます。そういう意味で皆さんこれから7月から1年間、海外に行ってですね、いろんなことを学んでくると思います。先ほど七井ちゃんの話じゃないですけど、語学留学、確かに語学を留学する勉強しに行くのも大きな役目だと思うんですけども、行った国の文化だったり人柄だったり、あといろいろなそうですね、インバウンドの人たちが日本で感じたことと同じようなことを逆に感じてくれるのかなというふうに思います。1年間ですけど、行った先のホストファミリーも含めたホストクラブ、その周りの方たちが日本に興味を持ってもらえるような、そんな活動をしてくれたらなというふうに思います。とても期待しております。で、今日は予選会ということなので、次の青森の大会も楽しみに、皆さんのような方たちが全国から集まってくるのを聞けるのも楽しみだなと思います。皆さんの中でもいらっしゃる方がいると思うので、私も楽しみたいと思います。あともう少しの時間です。3日間、大変だったと思います。あと2、30分で終わります。あとはゆっくりくつろいでいただければというふうに思います。私もちょっと今日早く帰るの楽しみにしてます。家に帰ったら多分ね、今日私の妻、奥さんが来てまして、多分焼きそば作ってくれるんじゃないかなと思ってます。なんかすごく焼きそば食べたくなりました。自分で作るものなんですから、家内に作ってもらって、今日は焼きそばで楽しんで皆さんを思い出していきたいと思います。最後まであともう少しです。頑張っていきましょう。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは公表2530地区のガバナー、早川圭介様からいただきます。よろしくお願いいたします。皆さん本当にご苦労様でした。私の方は、実は、
メールその他で、交流をしておりまして、22日から阿武隈鍾乳洞とか、それから畳屋さんで小物を作ってこられたとか、ローテックスの皆さん方にお手伝いをいただきながらやってるということを報告はいただいておりました。それにしましても、今日皆さん方のスピーチコンテストの中で印象に残った言葉があります。それはインバウンドの方もアウトバウンドの方も、今金田さんがおっしゃってくださったように日本に来られて、でインバウンドの方々がこういうこと、特に焼きそばとか世界平和のためにとかっていうふうにテーマを決めて話されたこと、これやっぱり素晴らしかったなというふうに思います。語学留学ではないというところでもありますけれども、自分が自分の人生にとって貴重な一年になるようにというふうな思いで取り組んでいただければありがたいなというふうに思います。それでその中で自分の生き方も変わってくるのではないか、ちょっと余談になりますけれども、実は、これロータリーの友、ロータリー案であれば必ず読まなければならない本なんですね。この2月号に実は7ページから17ページまで特集があります。昔テレビドラマでありました宇宙船エンタープライズ号に乗った役者さんの話なんです。ここにジョージ武井さんという方がいらっしゃって、第二次世界大戦の時の、アメリカで強制収容された日系人がその後どういうふうな戦いをしてきたのかという特集なんですが、その話をしたいんではなくて、この下にひき手ということで中曽根松子さんという方がいらっしゃるんですね。5280地区の直前ガバナーと書いてあります。この彼女は実は今はもう亡くなってしまったんですが、ロータリー親善小学生というところで、実は小学生の経験をされています。その後東京外語大を卒業されて、また留学をされた。それで、アメリカに行って、家庭生活をしながらカルチャースクールを立ち上げて、リトル東京というロータリークラブを立ち上げた方です。そしてたまたまこの2530地区と関わりがありましたのは、グローバル補助金の時に5280地区から支援をいただいてるんです。その時ガバナー補佐で郡山まで来てくださってるんです。向こうに行っても活躍されて、その後ガバナーをやられたということで、そこまでは書いてないんですね、彼女のことを。それ知ってるの多分私しかいないのかなと思ったもんですから、皆さんにご紹介しました。こうやって留学をきっかけに自分が羽ばたいているという方がいらっしゃるということ、それもこうやってインバウンドアウトバウンドもそうですけれども、そんなふうに活躍しているか。あともう一つ、先ほど帰ってきた後ローテックスとして活躍してください。このローテックス一般社団法人ってなってますね。こういうふうに団体を組んで皆さん方が協力してくださっていること、これも皆さんの人生にとって大変素晴らしい実例ではないかと思います。皆さん方の、素晴らしいこれからの活動、人生のエポックとなると思いますので、ぜひ積極的に取り組んでいただければというふうに思います。それで総括とさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここで大体なんだろうな、大筋のことが終わりましたので、記念品の贈呈を、インバウンドの皆さん、それからアウトバウンドの皆さんにさせていただきます。まずインバウンドの皆さんにさせていただくんですけれど、その前にガバナーから記念品の内容のご説明をお願いいたします。はい、わかりました。実は一つこれだるまです。だるまってどういういきさつがあるかご存知ですか？サンスクリット語で規律とか規範とか決まりという意味がありまして、日本ではだるま大師という仏教の大師さんがおられて、石の上に何年も座られて修行されたということがあって、こういうふうに足がなくなってるんですけれども、実は日本ではこれを、自分の思いを託すという意味で願掛けの一つになっております。これ両目が白目なんですね。片方に自分の祈願したことしたいっていうところ黒目を入れて、でそれが成就した時、成功した時にはもう片方にも目を入れて、私の希望は叶えましたよっていうふうにやるものです。また厄除けの
ものにもなっておりまして、こういうふうに日本ではお守りにもなっております。それともう一つ、実は一昨年になりました。実はこれちょっと広げるわけにいかない。皆さん方にお挙げしたいのは、今日来られている今年度の東京イメージ IT 委員会の松田委員長からお預かりしました。こういうサークルなんです。これはもともと赤べこを中心にインタークトの子どもたちの作品なんですけれども、これをピンバッジにしたものです。これはハンカチーフを作ってくださいました。これ、ロータリー第2530地区とあって、女性ではないんですけど、フラダンスの腰に巻いてありますね。それから手に持っているのが県北にあります桃です。で、会津の赤べこを中心にこういうデザインがされていますので、これを3点、記念品としてお渡ししたいと思いますので、ぜひお受け取りいただければと思います。代表の方に。はい。何でしたね。来年の国際大会が台湾なんです。ふるってどうぞご参加。一番は健康管理ですので、よろしくどうぞお願いします。くれぐれも水大事です。水ね、お腹壊さないようにしてください。よろしくどうぞお願いします。ありがとうございます。はい、それではここからは、これからの青少年交換関係の日本、それから東北の各行事のご案内も兼ねて、ご案内をさせていただきます。今年の6月に青森で開催される日本青少年交換研究所青森会議のご案内を青森2830地区の岡山信弘様、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと下げて、朝からテンションが高めです。ありがとうございます。まず最初にですね、今回のスプリングキャンプですね、ご用意いただいた、2530地区、福島の皆さんに感謝申し上げます。ありがとうございます。で、さらにですね、そうなんですよね。何を言うか忘れたんですけど、皆さん、これ分かります？世界の火祭りということですね。ねぶた6月にはやりません。ですけれども、ちゃんとねぶたを体験できるように用意しておきました。で、こちらに映ってる山、わかりますか？岩木山。岩手の方には岩手山、岩木山。見る角度によっては女性が横たわってる、女性が横になってる顔に見える、いろんな見え方があるということでございます。本当にですね、まず感謝もう一つですね、今回初めて、立区合同のスプリングキャンプ、参加させていただきまして、当地区の、インバウンド、アウトバウンドの学生が、成長のわけにいたしました。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。その感謝をですね、皆さんにお返ししたいので、ぜひ今年の6月7日、8日、土日ですね、第28回国際ロータリー日本青少年交換研究会青森会議を、開催いたしますので、ぜひともご参加いただければと思います。今日やりましたスピーチコンテストの予選会、ありましたけれども、その本選を、させていただくのと、基調講演としては、たまたまですね、私と同い年のですね、元オリンピアの、女子、水泳自由形の、千葉すずさん、千葉すずさん、彼女は面白いんですよ。高校の大学進学、するよりも、水泳でアメリカの方に行きました。その行った留学のお話ってすごく
すごくなんですかね、刺激的なお話でございます。でその千葉さんに、基調講演やっていただいて、その後ですね、ローテックス、あとはニコールさんっていう、国際ロタリーの財団の小学生ですね、今日本キリスト大学の方に通っている学生さんなんですけども、彼女と当地区のローテックスとの、対談をしていただくというふうに思っております。あとは大根深海の時にはちゃんとねぶたが体験できるように今用意しておりますので、お楽しみ。あとはですね、皆さんにご参加いただいた皆さんに青森の名物マグロをですね、ご用意しようと思って準備しておりました。大間のマグロね、あれなんです有名なとこなんですけど、早かった。ただ日本海を泳ぐ深原マグロ、ちょっと小ぶりなんですけど本マグロでございます。こちらの方をご用意させていただくので、ぜひとも本当にご参加いただければと思います。食べ物とお祭りで、気を引いているところでございますが、そこはですね、ぜひご参加いただければと思います。で、その翌年はですね、はい、ということで以上でございます。ぜひともお越しください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。引き続きまして、すみません、プログラムには記載がないんですけれども、次年度の東北立区合同スプリングキャンプのご案内を、宮城、岩手の2520地区の佐々木文明様からよろしくどうぞお願いいたします。皆さん改めましてこんにちは。今紹介いただきました2520の青少年協会委員長をしております佐々木文明と申します。2530地区のハイパーガバナーはじめ泉田ガバナーエレクト、藤田部長、皆様の、設営、地区としてのまとまり、ローテックスの皆様のご協力、本当に素晴らしいイベントにしていただきまして、本当に感動をいたしております。来年私ども岩手宮城2520地区でホストさせていただきます。私の前の委員長が佐藤剛という長年2520を引っ張っていたものが今ガバナーになっておりまして、その前の諸先輩もたくさんいる我々岩手と宮城が合体した地区なんですけれども、上の方がどんどん偉くなっていってですね、今私が委員長をやって、後ろにも来ている、木村直樹と、あと短期と長期を私どもやっておりまして、短期が今ちょうど米国の方に7人ほど今行ってる真っ最中で、多少委員会の勢力が分散されている状態で、2人で参っているという形でございます。2026年の3月はですね、3月20日の春分の日が金曜日になっておりまして、金土日の3連休を期日設定したいと。そのように考えておりますので、2026年、アウトバウンドの生徒たちは、海外の地においていらっしゃる時だと思うので、その時は岩手、宮城の方で開催させていただくと。で、その次の年はどうも青森になるようでございますので、その時はまたローテックスして、ご参加いただきたいなと思っております。2520地区もですね、今回の設営に倣ってですね、ローテックスの方に大いに参加していただいて活躍をしていただくような設営にしようと思ってるんですけども、2520の課題的にはローテックスが結構地区内にいなくてですね、遠距離になってしまってどれぐらい動員ができるのかっていう不安なところが多少あるんですけれども、各地区の皆さんと相談をしながら、各地区からローテックスの方にも2520に来ていただいて、なんとか来年のスプリングキャンプもやっていきたいと思っておりますので、金銭面も佐藤剛と相談しながらですね、なんとか準備してまいりたいと思いますし、早めにご案内もさせていただきますので、ぜひご参加いただきますようにお願い申し上げまして、お礼と来年のお願いとさせていただきます。どうぞ来年、花巻になるか、欧州になるか、よく念の上でまたご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
では閉会の提唱を早川ガバナよろしくお願いいたします。それでは閉会提唱いたしますが、本当に関係された皆様方ご苦労様でした。また次年度に向けて、またその次の年度と毎年続きます。今年行かれる方、今年来られている方、これからローテックスとしてご協力をいただけるように一つお願いしたいと思います。それでは本当にご苦労様でした。私の名前は滝優子族です。スポンサークラブは福島県の平中央ロータリークラブです。今年の夏から、1年間アメリカに派遣予定です。アメリカ。お願いします。はい。渡辺優奈です。私のスポンサークラブは福島21ロータリークラブです。メキシコに留学予定です。今回のこの3日間の研修になるのかな、どういった感想を持ちましたか？英語でスピーチすることによって、その現地に行って知らない言葉をしゃべることにあたっての心構えをつけられて、とてもいい経験になりました。どうですか？そうですね、まずすごい私自身このスピーチにすごい苦戦して、昨日は寝たのが5時だったんですよ。昨日って朝ですねで本当に1時間2時間くらいしか睡眠が取れてなくて、本当に緊張してたんですけど、もうなんか上がったら結構いけると思って昨日の成果を存分に発揮できたので、その自信につながりましたし、すごいロータリーの方々であったり、ローテックスの方であったり、あとインバウンドの子たちがすごい手厚く優しくサポートしてくださって、コミュニケーションも日本語でも英語でもとって、すごい国際交流をこの場でできて、すごい楽しかったし、いい経験になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。辛かったことはなかったです。辛くはなかった。辛いよりも楽しかったです。辛いよりも楽しかった。ああ、それは良かったです。いろんな国の、インバウンドの子とかローテックスの人たちとお話ができて、今までその他の国の人と喋る機会があまりないと思うんですけど、初めて貴重な経験ができて本当に良かったと思います。あと出発まで5ヶ月ぐらいかな、8月に行くんだっけ、4ヶ月か。4ヶ月、はい、今からその4ヶ月どういう準備をしようと考えてますか？まずメキシコなので、スペイン語で、スペイン語全然話せないので、スペイン語をまずできること、単語を覚えたり基本的な文を覚えたりしたいのと、あとは日本の文化を伝えたいので、日本の簡単な料理を覚えたり、着物着方とか着物の着方を覚えたり、そうですね、ことをしたいです。はい。どうですか？今まであれですね、英語で意思疎通したことがなかったので、自分の英語で大丈夫かなと思ってたんですけど、意外に単語を言えば意思疎通ができてことが分かったので、言語はもう単語を覚えたいです。あと文化の交流をしたいので、私はゴルフやってるので、その一緒にできるようにもっと上達してコース回っていきたいのと、日本の文化を伝えるにあたっては詩吟の高校生で部活、福島県に一つしかなくて部活が詩吟部あるので、詩吟を頑張って練習して、あっちで披露したいなと思います。詩吟、私の奥さん詩吟やってるんですけども郡山なんだけどはい、これは入れなくていいからカットしてじゃあ最後に一言頑張るぞって。頑張るぞ。はい、ありがとう。ありがとうございます。